Please log in. Administrator. Initializing OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画では、サイドストーリー、銀シンク列車と同時に実装されるオペレーター。ドクター、物は相談なんだけどさ、仕事を手伝ってやっから、お前のテクを伝授してくれねえか？どうだ？取引成立か？前衛オペレーター、レータの紹介及び解説を行っていきます。なあ、ドクター。うちらの中でわざわざこんなことやる必要あんのか？一応形だけでも。わかったよ。ウルサス学生自治団リエータ、ここに着任だ！レータはチマーやイースチナたちといったチェルノボーグ事変の生き残りの学生たちの集団であるウルサス学生自治団のメンバーの一人としてロドスに加入し、現在は主に外勤オペレーターのグループの一人として中遠距離の外勤任務にて活動を行っています。レータといえばチェルノボーグ事変中にメフィストと直接の交渉を行い、途中からの記憶が曖昧になっていたということから精神疾患系の空脊病に感染しているのではないかと言われていましたが、実際のところは空脊病への感染はなし、それどころか他の学生自治団のメンバーのような心的外傷の傾向もほとんど見られず、当時あった出来事を話すことに関してもほとんど抵抗は見られません。それどころか当時の経験を冒険小説としてまとめてしまうというほどで、彼女自身からすればチェルノボーグ事変はすでに乗り越えてしまった壁どころか、そんな壁はもともと存在しなかったというような状況です。これに関しては、レータの胆力が凄まじく強いということもありますが、過去に構っていられないということもあるのでしょう。レータの両親はどちらも存命しており、父親はペイルロッシュ家の現当主であるアークトス、母親は探検家兼考古学者だったタチアナです。つまり、レータは出身地はウルサスにはなっていますが、綿密に言えば、イエラグ生まれウルサス育ちとなっています。アークトスとタチアナは両者ともに恋に落ち、アークトスがアークトスの父親を説得する形でタチアナと結婚。その後、レータことロザリンドを授かり、数年間はタチアナもレータもイエラグにいたのですが、シルバーアッシュの両親が死亡する列車事故が原因で、イエラグの情勢は不安定化。閉鎖的な環境であるイエラグからすれば、タチアナとレータは部外者にあたる人物なので、アークトスは二人が政治利用されるのではないか。そして、ペイルロッシュ家の地位を再び確かなものにするために、二人をイエラグに残すわけにはいきませんでした。その後、タチアナとアークトスは実質的な離婚状態となり、タチアナはウルサスにてレータを一人で育てることになります。その後、タチアナはレータを一人で育て上げるも、チェルノボーグ事変の際に鉱石病に感染し、ロドスに助けを求めることになりました。ロドスは基本的に未成年には、ロドスでの学習では学位が取得できないことから、各都市にある教育機関にて勉学に励むことを推奨しているのですが、先述したようにタチアナは鉱石病の治療を受ける必要があり、その治療には当然お金が必要なため、特に治療の必要のないレータが、今もなお、ロドスに残っているのは、タチアナの治療費をロドスで稼ぐためであり、頼りにならない父親をいつまでも待つよりかは、自分で未来を勝ち取るため、そして母親を守るためには、過去に構い続けているわけにはいかないのかもしれません。なお、父親との関係は長い間、顔を合わせることもなかったということから、かなり険悪なものとなってしまっている一方で、母親との関係はかなり良好、タチアナは探検家だったということからかなり活発な人物で、症状も比較的安定していることから、色々と動き回っており、本来なら外に出ているレータの方が危険なのにもかかわらず、逆にレータがタチアナのことを心配する場面もあったり、かなり活発な人物なので、将来的にはレータと一緒に様々な場所を探検したいとも思っているようです。なお、レータといえば、どちらかというと勉学が苦手な雰囲気がありますが、勉学が苦手というよりかは、自分の興味がないものには全く興味が向かない性質で、文学系は興味がないので、最近は少しマシになったという程度、数学、物理、科学、生物などは合格点を取れる程度なのですが、社会科学は優秀、ウルサス語は満点、リターニア語、シラクーサ語、イエラク語も優秀という、言語学に強い傾向にあります。つまるところ、彼女の興味があるのは言語であり、言語はその土地で生きる際には必要となるものなので、彼女もまた、タチアナと一緒に様々な国を旅して回りたいと考えているのかもしれません。レータのモチーフとなっている生物は、ヘアカラーや服に記載されている G キュビエという表記から、月のワグマかと思われます。
G. キュビエはジョルジュ・キュビエというフランスの比較形態学者のことであり、古生物学の基礎を確立した人物でもあります。そしてツキノワグマもこのジョルジュ・キュビエが新種として記載した生物なのですが、ジョルジュ・キュビエが大型哺乳動物の新種発見はもうありえないと著書の中で述べた後に、自らの手でツキノワグマは大型哺乳動物の新種であると記載したという皮肉な動物でもあります。ツキノワグマは日本では主に本州に生息するクマで、四国には多く見積もっても25頭いるか程度しかおらず、北海道には本州とは地続きになっていないことなどから生息していません。ここ最近、本州で人の生活圏内に出没するクマはこのツキノワグマであり、ツキノワグマの食性は植物食に近い雑食性なので、その年のどんぐりの実り次第で人里に降りてきてしまっているという場合もありますが、根本的には人口の減少によって人里と山の間にあるクマと人との干渉地帯である山里が消滅、そして人里に降りてきてしまったクマをそのまま山に返してしまったり、そもそも狩猟家のなり手不足によってクマが人を恐れなくなってしまっているという状況にあります。そのため、ここ最近は登山の際にクマよけのすすなどをつけていても、逃げようともしないクマが出現し始めるという状況に、人とクマとの関係、ひいては人と山との関係は今後より厳しくなっていくのかもしれません。なんだこりゃ。夏将軍の昇進祝い？ああ、なんか久々にそうやって呼ばれた気がするぜ。時間が経つのは早えな。なんもやってねえのに何年も経っちまった。レータはエアースカーペ以来となる3人目の星5領主型の前衛オペレーターで、主に同じ勢力であるウルサス学生一団との組み合わせを想定した性能を有しています。素質はレータがスキル発動中、ウルサス学生自治団所属のオペレーターの攻撃速度が上昇するというもの。効果自体は同じく、自身のスキル発動中は狙撃オペレーターの攻撃速度が上昇する、エリジウムの学生自治団版といったところで、攻撃速度が遅いロサと、自身もスキル発動中は複数体への攻撃となるイースチナに強化を付与することができる素質と言えます。クムに関しても素質によるスタンの試行回数の増加や、スキル2の回復間隔の短縮に寄与してくれるでしょう。一方でジマーに関しては、元々の攻撃間隔が短いので、そこまで大きな強化は期待することはできません。逆に言えば、目立ったシナジーがあるわけでもないので、特に気にすることもなく使えるとも言えます。なお、この効果はレータ自身にも適用されるので、レータのスキルには、どれも攻撃速度上昇の効果もついているという認識で構いません。スキル1は、スキル発動中は攻撃力と攻撃速度が上昇するという汎用スキルの一つ。汎用スキルなので、特に目立った効果はありませんが、口述するスキル2が他の自治団オペレーターのスキル発動を強制する効果を持つため、癖のなさという点では、こちらの方が上となっています。レータを殲滅役の一人としてではなく、バッファーとしての役割をメインにするのであれば、こちらのスキルを使用するのも選択肢の一つでしょう。スキル2はスキル発動と同時に、他のスキル発動の準備が完了している学生自治団のスキルも同時に発動させ、自身は攻撃力が上昇、同時攻撃可能数を1追加、特性によるダメージ減衰効果を無効化するスキル。このスキルの特徴はやはり、他の学生自治団オペレーターのスキルを同時に発動させるという点。レータがスキルを発動させたのと同時に、他の学生自治団オペレーターの中で、スキル発動の準備が完了しているオペレーター、つまり SP が溜まっている状態のオペレーターのスキルも発動することになります。ただまあ、察するかとは思いますが、現状においてはこの効果が役に立つことはほとんどない。どころか、SP が溜まった状態もスキル発動のタイミングに勘案しなければならなくなるので、正直なところで言ってしまうと、かなり扱いづらいスキルと言わざるを得ません。せめて、同時発動したオペレーターにも何らかの強化効果もあればいいのですがそれもなし。現時点では攻撃速度は上昇するものの、他の学生自治団のスキルタイミングを狂わせて、レータだけが好きに暴れるといったスキルというのが率直なところです。他の学生自治団との連携を考えた上での取り回しの良さを考えるのであれば、スキル1を使うと良さげ。スキル2はレータを単独で使用するか、ほとんど影響を受けることのないグムのスキル1と組み合わせた方が、タイミングを狂わされるといったこともないはずです。強制発動時に対象オペレーターの状態異常を消滅させて発動だったり、SP をプラス10した上で強制発動可能なら発動させるといった効果であれば面白かったのですが、レータの基地スキルは訓練書に関するものと製造書に関するものの2つ。1つ目の基地スキルは訓練室にて協力者として配置時、前衛オペレーターの訓練速度をプラス 30% するというもの。こちらの基地スキルは昇進させても効果が強化されることはなく、前衛は訓練室スキルも魔境となっているので、訓練室スキル目的でレータを使うことはまずありません。
2つ目の基地スキルは製造所に配置時、組むを貿易所に配置しているのであれば、作戦記録の製造効率がプラス 35% されるというもの。他のオペレーターとの組み合わせて発生する製造効率としては低めの部類になりますが、組むを貿易所に入れるだけで効果が発生するので、組み合わせ系の中では非常に手軽な部類となります。ただまあ、このスキルを習得するには星5を昇進にまで強化する必要があるため、このスキル目的で昇進させた場合、ペイできるのはいつになるのやらといったところが最大のネックとなるでしょう。ドクター、グムたちの帰りを待っててね。わ、本気で行くよ。お前ら運がねえな。まずは戦闘マニュアルの暗唱から。グムがみんなを守る。みんなこっち来て。これ以上は進ませません。アーツユニットチャージ中。ウォーミング。みんなお腹すいた。こっち向け。いつでも元気出して。ウォーミング。自分を信じなさい。あなたならできるわ。ドクターの期待は裏切ってないわね。ソニアたちの将来設計？聞く相手間違えてんだろ、ドクター。そりゃあ私たちは友達だけど、ラーダ以外のやつはほとんど私にそういう話をしてこねえからな。特にソニアのやつは、なんかあったら、だいたいアンナかナターリアに相談してるみてえだし。とにかく、私には言ってこねえんだよ。